はじめましての方もこんばんは。最近、ツイッターで女神デバイスのデザインをされている、ニーディーさんにリツイートされていることに気づき、嬉しくて眠れない男ゆちです。気づいた時は、びっくりしてスマホを落としましたね。女神デバイスのデザインをしている、いわば創造神。そんな人からリツイートしてもらえるなんて、最高ですね。このチャンネルでは僕の日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。そして最近スイッチでゲームチャンネルを作りました。僕もたまにはゲームをやります。そんな僕の絶叫やポンコツプレイが見たくなったら見に来てくれよな。こちらはできるだけ日曜日に更新していきます。詳細は概要欄から。さて、戻りまして今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るプラモは女神デバイスバーゼラルドです。僕は去年フレームアームズガールで同じ系統のゼルフィカールを作りました。今回はそのフレームアームズガールシリーズで発売されているプラモの女神デバイスバージョン。言っていて少しややこしくなりますが、とりあえず女神デバイスバージョンなんです。素体がどのように変わっているのか楽しみでなりません。早速箱からランナーを取り出して切り離して組み上げていきます。組み上げると、こんな感じ。素晴らしいロリボディだ。このバニースーツっぽい感じのデザイン、僕のツボですね。そしてさらにこのボディ素晴らしいのが肩とお腹周りです。何がいいかっていうのを早速見ていきましょう。まずはこの肩です。いつもの女神デバイスとは違い、引き出し関節がなく、いつもポロリに悩まされている尾てい骨もなく、とても作りやすい肩周りになっておりました。そしてさらにお腹周り。このボディには関節が見えないように工夫されております。このギミックはアリスギアのコラボ商品なんかではよく使われているギミックですが、改めて見るととてもいいですね。そしてなんといってもボディスーツのラインがちゃんと彫り込まれている。とても素晴らしい。ここからは交換パーツについてです。後ろのバーニアは尻尾と付け替えることができます。表情は3種類あり、髪型はアーマー取り付け状態と取り付けてない状態があります。手のパーツは両手ともに5種類あります。そして可動域は他の美少女プラモと同じくらいよく動き、こんなポーズから膝立ちポーズもできちゃったり、そして両手を上げて万歳ポーズだって余裕に取らせることができます。ここまで作りやすさ、造形の素晴らしさを伝えてきましたが、僕の中で少し気になる点があります。それがロールで稼働する部分です。耳や腕のロールの走行パーツが動かしていると割と取れやすいのが少し気になりました。最後に大きさ比較。女神デバイスの方が顔1個分小さく、ロリ大好き紳士たちにはとても素晴らしいキットになっております。次に武装状態です。作っている感じ、武器は他の女神デバイスと違い、割と軽装な感じがします。だが、最近色々と武装が多いのを作っていたので、感覚が麻痺しているため、少し信頼度が欠ける。しかし、感覚が麻痺していても、いいところは伝えられるはずなので、まず、この状態の足や腕の可動状態を見てみましょう。装甲をつけても腕や足は可動範囲があまり狭まったりせず、割としっかり曲げることができます。後ろのバックパックは多重関節になっており、割と自由に位置を調整することができます。そしてアームの肘は90度曲げることができ、手首はロールになっているので回すことができます。さらに接近戦のアームは刃先を曲げることができるので、表現の幅が広がります。結構邪魔になりそうな腰アーマーは内側がロールで、さらに根元がボールジョイントになっているので、細かい角度調整などが可能です。そして肩についている銃は関節が一つ仕込まれているので、縦に稼働させることができ、さらにロールで前に突き出すことができます。そしてさらに銃を取り外すことができます。取り外した銃は手に持たせることが可能です。次に足の走行を見てみましょう。足はすねと膝が少し可動し、さらに足首はボールジョイントになっているので、ぐりぐりと動かせます。さて、僕なりの稼働チェックやレビューは以上。今日は寿屋のマジカルバーゼを見て、僕の作りたいマジカルバーゼはこうじゃないと思い、このバーゼラルドにガチャガチャで手に入るカードキャプターさくらの衣装をくっつけて、僕なりのバーゼラルドを作っていくぜ。では改造の方行ってみよう。
まずは腰から見ていこう。可動プラモではないので腰は動きません。なのでまず動かせるように大体の位置で腰を真っ二つにし、腰の下の部分には楕円になるようにパテを盛り、よく乾燥させた上にマスキングテープを貼ります。そしてさらにその上に覆いかぶせるように上の腰部分をパテで盛ります。よく乾燥させたらマスキングテープごと剥がし、表面を整えます。次にコーヒー缶を飲み、下底を缶切りで切ってくるぜ。そのコーヒー缶の下底は上半身の裏面にはまるぐらいに大きさをカットし、接着剤で固定する。そして腰の下の部分には 5mm の穴を開け 5mm の磁石を仕込んでいきます。これをくっつければ動かせる腰の完成っていうことだぜ。割とスムーズに動く腰関節ができたのだが、ただこの工作には欠点がある。あまり重いものを下に集中しすぎると磁石との融合解除されてしまうことが弱点ではあることだ。そして次に作業フィールドに電気ケルトで温めたお湯を準備する。そしてそのお湯の中にスカートを投入。この効果により接着剤で固定されているものは取れやすくなる。10分ぐらいつけたらスカートをお湯の中から取り出し、スカートを分解していく。分解したらサーフェーサーを表面に塗り、どれくらい表面が粗いのかをチェックします。ガチャガチャで手に入れたものなので表面は絶望的に粗い。そこであまりにも表面がひどいところにはパテを盛り、表面を整えます。スカートの裏面にもパテを盛り、腰をはめるために少しヤスリで整え、ピンバイスで穴を開けておきます。そしてさらに腰パーツは玉物前で余っていた腰パーツを使い、骨盤のところはカットし、その後ヤスリで表面を整え、スカートの下に仕込めるようにします。ちなみに腕も程よい位置で穴を開け、ボールジョイントがはまるようにしました。さらにスカートの厚い部分を選び、台座が取り付けられるように穴を開けておきます。続いて桜といえば杖。杖は数年前に食玩で発売されていたものを使います。ちなみに僕は持っていませんでした。しかしいつも動画を手伝ってくれている身内が持っていたらしく、どうせなら使ってくれよということなのでいただいてきました。ですが数年前の食玩、中に入っていたガムはカビていたので、ガムだけはいただくのをちょっと遠慮しました。ただこの杖、造形は素晴らしいのですが手に持たせることができません。なのでまず持ち手をぶった切り、根元に 3mm の穴を開け、ランナーの余っている部分を接着します。さらに接着した根元にはパテを盛り、つなぎ目を滑らかにします。これで大体の改造は終了。ここからはひたすらパテ盛りとヤスリがけ、そしてついでに合わせ目消しや筋彫り、あと面出しなどをやっていきます。特にスカート、服の部分は表面が粗いので、ヤスリがけはしっかりしていきます。ちなみに今回のこの服パーツ、少し柔らか素材なので、普通にヤスリがけをすると表面がうまく整いません。そんな時は水でヤスリを少し濡らしながら削り込んでいくと結構綺麗に仕上がります。表面や下処理が終わったのがこんな感じ。割といい感じに仕上がってきました。ちなみに杖の羽の部分はスカートと同じくお湯につけて分解しました。割と時間がかかってしまったが、ここから一度細かい塵やゴミを洗い流し、よく乾燥させたら塗装いくぜ。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせていきます。そしてフィニッシングサーフェーサーグレイで肌や内部フレーム以外を全て灰色に染め上げます。そしてピンクとホワイトを使って装甲のメインパーツ、副パーツを白く染め上げます。よく乾燥させたら、このライブ配信の時視聴者さんに教えてもらった片手で簡単マスキングテープカットのこのツールを使ってマスキングを一気にやっていきます。ちなみにこのマスキングは握った強さの分だけテープを出すことができるので、とてもマスキングがしやすい。
商品は下の概要欄に Amazon リンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてくれ。マスキングをしたら、ローズディープレッド、ペンキレッド、ピンクを使って、白の装甲パーツをピンク色に塗り分けたり、スカートや服をピンク色に染め上げます。スカートのくぼみなどには、少しローズディープレッドを強めにして、陰影をつけていきます。リボンなんかにはペンキレッド、ローズディープレッドを調色し、いい感じの赤色に染め上げます。武装フレーム部分にはフィニッシングサーフェイサーブラックを使います。そういえば皆さんはカードキャプターさくら見ていましたか？僕は子供の頃ちょいちょい見ておりました。子供の頃は普通にアニメーション楽しいと思って見ていましたが、今となってはなぜでしょうか。さくらちゃんかわいい。目がさくらちゃんばかりに行きます。ブラックを塗ったら GX メタルピーチとメタルブラックを調色し、少し紫っぽいメタリックを塗ります。一部塗り分けにはスターブライトシルバーを足して明るめのシルバーを塗ります。ブースターやステッキにはパールカッパーで金色に染め上げます。そしてよく乾燥させたらステッキにはマスキングをして GX メタルピーチを柄の部分に塗ります。ステッキの先端にはプライマリーメタリックレッドを塗ります。そして次に肌パーツにはサーフェイサーパステルピンクで下地を塗ります。その上にフレームアームズガールカラー FG03 とノーツフレッシュを調色し、肌パーツを塗ります。タイツにはペンキレッドレザーブラウンを調色し、茶色に染め上げます。さくらちゃんの足は白じゃないのかって？白だとちょっと武装パーツとの相性がよろしくなくてですね、今回は茶色にさせていただきます。髪の毛にはピュアホワイト、コーラルオレンジ、マイルドオレンジを調色し、いい感じの黄色に染め上げます。そしてよく乾燥させたら一度クリアのトップコートを吹き、よく乾燥させたらグラデーション塗装を行っていきます。少しコーラルオレンジを強くして大雑把に影をつけていきます。そして塗りすぎてしまった部分をメラミンスポンジで優しくこすり取っていきます。こすりすぎると下地の黄色までこすり取ってしまうので、こすりすぎには気をつけてください。ある程度調整したのがこんな感じ。陰影がはっきりしていい感じになります。これでエアブラシによる塗装は終了。次に筆などによる部分塗装。まずはエナメル塗料の蛍光ピンクとレッドを混ぜて墨入れをしていきます。はみ出してしまった部分はエナメル薄め液を使って拭き取ります。さらに口元にはホワイトとレッドを調色し、ピンク色を作り口を塗ります。こちらもはみ出してしまった部分はエナメル薄め液を使って調整します。次にデカール。フェイスデカールは付属しているデカールを使います。そして装甲部分のデカールは市販で売っている赤系のデカールをペタペタと貼っていきます。そして顔には仕上げにチークを塗ります。100均で売っている化粧品を使い顔にチークを描きます。最後にトップコート。艶消しとクリアを1対1に混ぜて全体に塗ります。これで全ての作業は終了。見せてやる。これが俺のマジカルバーゼだ。
いかがだったでしょうか？今回の女神デバイスバーゼラルド、カードキャプター桜風。今回は磁石工作を本格的に取り入れたのですが、やはり問題点が見えてきましたね。見えてきた問題点は次回に活かしていこうと思います。今回使ったガチャポンシリーズ、まだまだ続くっぽいので、機会があればまたこんなことをやりたいな、なんて少し思いました。そしていきなり映像で出てきたこのクローカード。こちらはいつものデカールの身内の方に作っていただきました。素晴らしい出来だ。さて、今日はこんな感じ。今日の動画面白かったよ、楽しかったよって思った方は、チャンネル登録、熱い高評価、熱いコメント待ってます。最近アクションタイマニーを真面目にやっているのですが、推しのキャラクターはスージンレイです。ですがこのキャラクターはどうやら魔の手を逃れたキャラクターらしく、そちら方面のゲームがないらしいです。そのことを知った時は正直言ってちょっと辛かったです。それでは次回の動画でお会いしましょう。またな。